皆さんこんにちは。1ヶ月ほど前にアップした動画に解説を加えたいと思いますのでお付き合いください。まずは木蓮です。これは死木蓮ですが、白木蓮などでも同じような剪定です。木蓮の類は花が終わるとすぐに次の年の花芽分化を始めてしまうので、5月から6月ぐらいにはもう花芽ができてしまいます。ですから夏の剪定ではもう枝先につぼみがあるような状態です。このつぼみを残しながら、それでも意味枝の先にあるような花芽は犠牲にしながら剪定をしていくという感じです。花芽がない徒長枝や胴吹き枝、立ち枝などは付け根から切り取ります。これらを付け根ではなく枝の途中で切り詰めてしまうと、そこからすぐに芽が吹いて余計に茂ってしまいますので、必ずきちんと付け根から取りましょう。こういう徒長枝の先に花芽がつくことはあまりありませんので、付け根で切って構いません。この枝の先には2つ花芽がありますが、枝自体がだいぶ強い越境枝となっているので、花を犠牲にして切り取ります。実がついていたら取り除きます。間延びした枝はなるべく切り戻します。この枝もだいぶ間延びしているのですが、家の窓に向かって出ている枝で花芽がたくさんついていますので、こういうところで切り戻すことも可能ですが、一花咲かせて来年切ろうかと思います。この枝先にも花芽があるのは承知しているのですが、あまり花に遠慮しているとどんどん木が大きくなってしまうので、適当なところで切り戻さなければなりません。花芽がたくさんあるのなら、3割から4割ぐらいは花を失う覚悟が必要です。3つある花芽のうち1つを残して2つは犠牲として切り戻します。木の高さが高くなりすぎないように小さい芽のところで切り戻しますが、そこまで低くする必要がないのなら、こんな風に細かく切り戻す手もあります。
花芽がたくさんあるのにお隣の方に出ていってしまっているから切らなければならないというような時は困りますね。木の輪郭の形を整えようとしたりすると枝先を切ることになりますので花芽を失います。このように少し輪郭が乱れますが、私はそれほど気にしません。葉っぱがない状態で枝先に花が咲いている様子を想像しながら、この程度で収めた方が良いと思います。ユッカはむしるだけですから簡単ですね。梅の木の剪定については後でちょっと説明しましょう。野村もみじの剪定について少し解説します。涼しげに風通しよくしたいのは山々ですが、今年のように暑さが厳しい時は幹肌が露出しないように適度に葉っぱを残します。枝分かれ付近にある密集した枝を間引き、上下に重なっている枝のどちらかを選択します。枝作りに使用しない徒長枝は付け根で切り取ります。広角に横に広がりすぎている枝を整理します。枝分かれ付近にある細かい枝をかき取って枝の流れをきれいに見せます。強い枝は弱い枝に切り戻します。
3年前の同時期に行った剪定も少し見ていただきましょう。使い回して古くなった枝はごつくなりますので、適当な時期に切り戻します。勢いの強い枝は弱い枝に切り戻します。上下に重なっている枝の処理を考えます。この場合は下の枝が広角に広がっているので角度を狭めます。毎年同じような剪定を繰り返しているということは、剪定と樹木の成長のバランスが取れているということでもあります。それでは今年の剪定作業に戻ります。作業の動線としては、右利きの場合は向かって右から左へと作業していった方が効率がいいので、毎年同じような動線になります。続いて梅の剪定をします。同じ落葉樹でも、もみじの場合は枝先を詰めることは決してありませんが、梅の場合は必ず枝先を詰めます。なぜならば、梅の場合は枝先を切り詰めた方が花芽がつきやすくなり、庭木としての理想的な梅の樹形に近づけるからです。これに対してもみじは花をめでる木ではないので、枝先は切り詰めずに素直に伸ばした方が自然樹形を楽しめる樹形になります。梅の場合、徒長枝でも枝先を軽く詰めれば詰めるほど花芽がつきやすくなります。ですが、道路側であったり、これ以上伸ばしたくない部分では徒長枝を軽く詰めるというわけにはいきませんので、付け根から取ってしまったり、小さい枝に切り戻したりして回避します。前回ここで詰めたんだ。徒長枝をね、半分ぐらいで詰めたのかな。
まあ一番強い枝は途中してますけど、あと脇枝が出ますんで、この出た脇枝に切り戻す。で、枝先を切り詰めておくと。こういうふうにするとこう枝が作っていけるんでね。内向している徒長枝は特別な場合を除き付け根から切り取ります。徒長枝はなくすのか残すのかどちらかを決めて、残す場合は花芽をたくさん作るために軽く詰めるのか、あるいは脇枝を作るために深く詰めるのか、それを考えて剪定します。ご視聴ありがとうございました。